で、おはようございます。ホテルの朝食をいただいてます。おはようございます。改めて、9月23日で、ちょっと昨日早すぎたので、その反省を生かして、今6時20分です。バスに乗って、マチュピチュに行こうと思います。やっぱりこの時間はめちゃめちゃ空いてますね。早起きが苦痛じゃないなら、もうこの時間の方がいいと思います。9時になると、結構混んでますからね。バスが6時47分に到着しました。これでもまだ早すぎた。ということでまたマチュピチュの入場口に、やってまいりました。今回はサーキット3でワイナピチュにも登れるチケットを持っております。足がかなり筋肉痛です。昨日のマチュピチュ山はやっぱり結構きつかったってことですね。数日前の推定19キロの荷物を背負っての、マチュピチュ村への10キロ以上のトレッキングの時は全然足筋肉痛にならなかったんですよ。肩は痛かったけど、昨日のマチュピチュ山はやっぱ足への負担はやっぱ結構あったってことですね。で、入る前にまた一応念のため、もう昨日のこともあるんでトイレ行こうと思います。またニソル、6時59分になったので、サーキット3の入り口、入っていきます。ちなみに3だけトイレの隣、サーキット1と2はあっちの上の方が入り口になります。入場しました。で、ちなみにこのサーキット3の入り口は出口と一緒ですね。何言ってるか分かんないかもしれないですけど、そういうことです。で、一応サーキット3でワイナピチュにも登れるチケットなんですけど、マチュピチュ遺跡の中の見どころもいくつか見れるルートになっているはずです。てか今日もめちゃくちゃいい天気ですよ。こういう狭いところを通るのもたまんないですね。なぜこんなに楽しいと思ってしまうのか自分でもちょっとわからないんですけど、やっぱ探検してる感があるからですかね、やっぱり。開けた場所にもう出てきた。ああ、なるほどね。こっからの景色もいいな。で、なぜか犬がいるっていう。ああ、いいね、こっからの景色も。こっからの角度のマチュピチュも良くないですか？一番有名な写真よりもなんか遺跡の側面が見える角度になるのかな。いいっすよね。サーキット3思ったよりいいぞ、多分。この絵なんて絵じゃん。なんかマチュピチュの一番有名な写真画角と同じぐらい好きなんだよな。皆さんはどう思いますか？おそらく当時から使われていた水道、今でも水が流れてるっていうやつ、多分。これネットで今急遽調べたけど、ちょっと何か分かんなかったけど、多分有名なところ、なんか俺の両側にガイドさんがいるので、もちろん私が雇ったガイドではないんですけど、さっきのこれなんだっけって言ったやつ、多分太陽の神殿でしたね。ネットだと上から見た画像しかなくてちょっと判断できなかったんですけど、多分さっきの太陽の神殿ってやつですね。さっきの太陽の神殿っていうのはなんか神殿の周りに東側と南側になんか窓があって、でそれでなんかその差し込む光をもとに、季節とかを判断してたらしいです。海外でよくある昔の人頭いいよねってやつですね。それで奥まで来たのでワイナピチュ登ろうと思います。ここで多分また名前とか書くのかな。よし。結構筋肉痛がきついけど頑張って登っていきます。
ワイナピチはこの真ん中の高い山ですね。これの頂上まで行く、形なんですが、行けんのか本当に。ちなみにここで名前は書きませんでしたね。もっと先にあるのかな。じゃあ行ってみよう。さっきのとこからちょっと行ったところで、やっぱり名前とか、国籍とか書く、ところがありました。で、ワイナピチは右か。番号は40何番 ?47 番でしたね。昨日のマチュピチュ山は3番だったので、やはり人気が全然違います。いきなり下りから始まるのが解せないですけど、とりあえず7時42分登山開始です。ネット情報によると、マチュピチュ山よりも行く道は険しいぞと。で、ただかかる時間は1時間ぐらいっていう風に確かなってた気がするので、まあきつくても早く終わる方が個人的には嬉しいので、自分向きかなとは思ってます、勝手に。筋肉痛で足が痛い。あと、余談ですが、もうちょっとトイレに行きたくなってきました。なんで緊張してんのかな。ワイナピチュって、この程度の階段なのに、手すりがあるんですよ。結構親切設計。マチュピチュ山はこれよりもっとしんどいところでも何もなかったですからね。ワイナピチュ親切で、今のところ下り切ったところで一気に上りになるんですけど、ここが山と山の間っぽいですね。こっから本当のワイナピチュって感じっぽいです。本格的に開始で、ちなみに7時50分なんで、最初から8分ぐらいでワイナピチュを登り始める感じかな。ワイナピチュの頂上ってあそこだよね。結構余裕じゃね？まあ、そんなこと言ってると山の神に怒られて何かやらかすかもしんないけど、山の神に怒られて、なんかマチュピチュ山の絶望感は意外とないぞ、これ。ここで一つ分かったことがあって、マチュピチュ山は基本的に長い道があって、そこからくねっていくって感じなんですけど、ワイナピチュは短いですね、直線が。こんな感じで上がってここ来てまた上がってみたいな感じ。まあもちろん上り階段なのできついんですけど、でも休み行けば、まあ、確かにこっちの方が距離短く頂上まで行けそうっすね。まあ、今後どんな感じになるかわかんないですけど、今のところは圧倒的にワイナピチュの方が楽そうです。マチュピチュはきつかった。マチュピチュ山ね。この辺から結構急になってきましたね。でもね、こういうのってね、結局途中で休憩してきゃいいんすよ。ある意味当たり前かもしれないですけど、でしかもここロープあるしね。で、まあ例えばこんなすんごい途中の場所でもきつかったら1分ぐらい休憩すればいいんですよ。そうすりゃ全然いけます。もう休憩というものを発明した人、マジで尊敬してます。多分ブレイクさんかレストさんかインターバルさんか、まあそんな感じの名前だと思うんですけど、いやーマジありがてえ。すいません、私の認識が甘かったです。ここ思ってた以上にやばかったです。ちょっとロープ掴みながらじゃないとちょっと危ないかもってレベル。マチュピチュ山にはなかったレベルでしたわ。まあとはいえって感じです。ロープ捕まりながらだとなんか疲労感も少し軽減される気がするし、まあ言うて2分ぐらいの道のりですよ。今8時23分。ほぼ登って40分なんですけど、もうあの辺っしょ。ね。きついけど楽勝。意味不明か。
今、サングラスを帽子にかけてるのを忘れて、帽子を取ったら、サングラスを落としちゃって、ちょっと割れてしまいました。最悪です。一応、昔親族からもらったレイバンなので、ちゃんとした本物のレイバンなんですけど、割ってしまいました。ショックだ。ちょっとワイナピチを軽く舐めてしまった発言をした罰が当たりましたね。やってもうた。急に平坦な道が出て、おー、そういうこと。ここはヤバめ？ここはヤバめですね。まあ、手すりあるけどね。ちなみにここが、頂上からの景色のネタバレみたいな感じになってますね。これあれだよね、もちろん自分も気をつけなきゃいけないけど、上の人が落ちてきたら確実に自分も死ぬよね。もうこのおっちゃんが登り切ってから行こうかな。っていうことで進んでいきますが、ちゃんとロープもあるじゃんす。で、この階段の幅がこうよ。生命。まあ、ここは、若干、前かがみになりながら、一段一段ゆっくり登っていこうと思います。まあ、ダメな人はダメかな。正直自分は、結構余裕ありますけどね。噛んだけど。はい、来ました。ここ、まだゴールじゃない、ゴール直前のところなんですけど、思いっきりネタバレになってますね。よく見るマチュピチュ遺跡を完全に後ろから見た画角です。そしてついに8時37分、ワイナピチュの山頂に着きました。ちょうどじゃないけど、55分で登り切りました。あれもっと上行けるもしかして。もっと上行けるみたいなんで、行ってみようと思います。さっきの山頂の標識は、一体何だったんでしょうか。8時40分、本当の山頂に着いたようです。本当の山頂までは、58分間で、たどり着きました。あ、こっちが出口っぽいな。帰り道はこっちから行くんだ。なるほどね。これですわ。山頂中の山頂から撮る、逆方向マチュピチュです。それではまた、360度動画の映像をお楽しみください。なんかこんな感じで寝っ転がれる岩があって、頭の先にはマチュピチュ。最高です。しかも天気が良すぎる。雲一つないわ。許されることならここで 1,2 時間昼寝したいところですが、さすがに誰かに蹴っ飛ばされると思うので30分だけにしようと思います。ということで、ワイナピチュの頂上からの映像でした。もちろんマチュピチュ遺跡以外の周りの山々も素晴らしい景色を見せてくれています。ビエンビエン。
Muy bien。人も増えてきたので、そろそろ下山しようと思います。8時53分下山開始。ワイナピチュの下山ルート、帰り道は、上り行きのルートとは違うところを行くようですね。帰り道はこんな面白いところを通るそうです。洞窟の中みたいな、狭いですね。これは、マツコ・デラックスさんは難しいと思います。結構だな。わかります？めっちゃ斜めってるんですよ。傾いてるって言った方がいいかな。いや、これは、面白い。何これ。無理だよ。今、洞窟の中でめっちゃ頭ぶつけました。行って、マジで血が出たかと思った。出てるかな？出てないかもしれないけど、出たかと思うぐらい。出てなかったとしたら、この帽子が守ってくれました。行って、ここは危険だな。帰り道の方がやべえじゃねえか。あれ、もしかしたらここから上りのルートと被るのかな？なんか人が結構いるから、ちょっと道が狭いから大変かもしれないな。すいません、完全に適当なこと言ってましたね。こっから上りのルートと同じルートを下ることになりそうです。9時28分で、ワイナピチの本当の入り口のとこに着きました。9時37分に、降りてきました。ということで、44分間で、下山しました。ということで参考にしていただければと思うんですけども、アラフォーの一般男性よりも著しく体力がないおじさんはですね、ワイナピチュ、上り58分、帰り44分で行き来しましたので、ご参考にお願いします。で、今9時40分なんですけど、確かサーキットさんはなんか10時まではコンドルの神殿を見れたような気がするので、ちょっと急ぎ足で行きます。ここめちゃくちゃ人集まってるから、やはりこれはコンドル神殿ですね、やっぱり。3 steps. そうですね。なんかウサギみたいなのがいる。見える？ちょうど岩の下にウサギがいる。すごい。で、コンドルのように、こういう風に、翼が広がっているということで、コンドルの神殿と呼ばれてます。コンドルはインカ帝国で神聖視されているらしくて、で、これの上の方で、リャマが生贄としてコンドルに捧げられてたらしいです。Oh wow. Now it looks like a ちょっと血生臭い伝説です。Wider angle use. So it means ウサギどっか行っちゃったな。 the body, the person, the people. 初日に予想した通りですね。コンドルの神殿はサーキット3でしか見れないというもののようです。まとめの感想はまた後でしようと思います。よく考えたらもうマチュピチュを見るのこれが最後になりますね。ちょっともうこのままさーっと帰ろうとしてたんですけど、さすがにちょっと名残惜しくなってきました。次いつ来るかな。なんか12年前に来た時もそうだったけど、また来る気がするんだよな。っていうかまた来ようとは思いますね。なんか、そこまで、もう本当、もうなんか、プロ級の人たちに比べると、そんなにいろんな海外を行ってるわけではないんですけど、遺跡の中では、
世界一なんじゃないですか？世界遺産の遺跡系の中では。なんか、そんな気がしますけど。いや、ここよりすごい遺跡あるよっていう風なのを知ってる人いたら、ぜひコメント欄で教えてください。時間は9時57分。遺跡から、退場します。ちなみにもちろんトイレには行ってきます。今バスを待っているところです。トイレに行って鏡を見たら、一応強打した頭は血は出てなさそうでした。一応一安心です。で一応髪を切ったから帽子を買ったわけで、髪を切ったおかげとも言えるかもしれませんし、逆に言えば髪を切っていなければそれなりな厚みの髪の毛があったので、髪を切ったおかげで守られたのかどうかはちょっと微妙なところです。10時43分宿に戻ってきましたがやはりなぜかチップは受け取ってもらえません。なぜでしょうか。畜生。明日チェックアウトなのでチップお気に入りしてやろうと思います。それではマチュピチュのサーキット123すべてを制覇した、海外旅行プロ級の私が、おすすめのサーキットルートを、ご紹介したいと思います。自分でこんなこと言うのもあれなんですけど、いいものはいい、悪いものは悪いとはっきり言う人間なので、それなりに信頼していただけるんじゃないかなと思ってます。まず、マチュピチュに初めて行くっていう人に関しては、このサーキット2、サーキット2が、いいです。というかもう絶対これ一択ですね。サーキット1と3はマチュピチュ遺跡の内部に関してはほんとつまみ食いするだけみたいな感じなんですよ。でサーキット2は全部の名所を見れるわけではないんですけど、だいたい遺跡の内部を巡ることができて、でなおかつよく雑誌とかでよく出てる、マチュピチュの前景の画角、写真画角を、見ることができます。なので、マチュピチュに初めて行くっていう人はサーキット2が、2一択ですね。で2の中でも、2の A と2の B って分かれてるんですけど、どっちかつと2の B の方がいいんじゃないかなと思いますね。2の B の方が、行くルートが長い。で一方で2の A だとなんかちょっと遺跡の内部でこう行けるっていう。でこれがこれなのかな、違うな、載ってないか。これが何なのかちょっとごめんなさい、分かんないんですけど、2の A、2の B、正直どっちでもいいような気はしますけど、2の B の方がより遠くからマチュピチュの写真を撮ることができる、こんな感じですよね。ので多分2の B の方がいいと思います。私が今回行ったルートですね、初日に。でただもし例えば2の B は売り切れちゃってた、チケット売り切れちゃってたってなったら2の A でもいいと思います。全然もう2の A のこっからでもこんな写真を撮れるので2の A でも問題ないと思います。で続いてこのサーキット2にはもう行ったことがある、もしくはサーキット2は行くし、まだ日程に余裕があるっていう方なんですけど、その場合じゃあもう1個どうするかっていうところなんですけど、やはり私が昨日と今日で言ったようにマチュピチュ山に登るのか、ワイナピチュに登るのか、どっちかっていうことになると思います。で個人的なおすすめはこう続けがたいんですけど、私はこのマチュピチュ山サーキット1の A ですね、マチュピチュ山の方を押したいです。多分ワイナピチュの方が一般的に人気があってチケットもすぐ売り切れるらしいんですけど、私はマチュピチュ山の方が良かったですね。この個人的な、好き嫌いによっちゃうと思うんですけど、マチュピチュ山はマチュピチュ遺跡はもちろんワイナピチュも見下ろすようなほど結構高くまで行くので、
もう結構もうパノラマ、マチュピチュ遺跡もちっちゃく見えるぐらい結構パノラマな感じで、逆に背後もあれアンデス山脈になるんですかね。他の高い山ももう360度見渡せるような感じで、好みにもよるんでしょうけど、私はそっちの方がいいかなと思いました。でワイナピチュの方はもうマチュピチュ遺跡をもう逆から見えるっていうところが特徴で、それも貴重なところなので、それはそれでいいんですけど、なんか個人的にはマチュピチュ山の方が高くまで行けるし、いろんなものを見渡せて個人的には好きでしたね。でただマチュピチュ山の方が大変です。ワイナピチュの方が過酷な箇所はあるんですけど、全体的にはマチュピチュ山の方が私はしんどいと思います。ちなみに私の場合は40分上りで40分マチュピチュ山の方が、時間がかかりました。時間はまだ11時13分と早いんですけど、腹減ったので昼飯食いに行きます。ちょっと昼飯は線路沿いの店に来ました。店の名前なんだ、多分このミスキーオーガニックフュージョンって名前です。マチュピチュの全サーキット制覇記念で昼からスケーニャに行っちゃいます。配膳されました。こちらです。料理名がチャウファ・デ・マリスコスというもので、チャウファがチャーハンでマリスコスがシーフードっていう意味です。いらっしゃいます。なので簡単に言うと海鮮チャーハンなんですけど、アボカドがこんなに乗ってくるとは全く思ってませんでした。ではいただきます。なぜかスプーンがないのでフォークでいただきます。ペルー風チャーハン、うまいうまい。なんていうかちゃんと塩コショウが効いてる感じで、なんかお米の味自体は日本のチャーハンとほとんど変わらないかな。でそれで具材がシーフードだから、シーフードの塩っぽい味もして、もう普通に日本で食べる海鮮チャーハンとあんま変わらないと思う。でお米もパラパラ系というよりはねっちょり系で、なんか日本米に似てる気がするんだけど美味しい。めちゃくちゃ、料金が70ソルでした。結構高いですね。チャウファでマリスコス海鮮チャーハンが55ソルで結構しましたね。しょうがないか。でなんかクレカだと 5% 上乗せされるよみたいなこと言われたので迷ったんですけどキャッシュで払いました。70ソルに10ソルチップで上乗せして80ソルで支払いました。いやでもめちゃくちゃうまかったですね。なんか今のチャウファでマリスコスとか昨日の夜食べたアヒレガジーニ、あと有名なロモサルタードとかもなんだろう、もうちょっとここまで言うと語弊があるかもしれないんですけど、もうほぼ日本食です。もうほんとそんなノリで美味しくいただけますね。ペルーは美食の国って言いますけど、なんか本当に美味しいですね。インカコーラとあとチェックアウト後のことを考えて水1本、買っときました。両方で6ソル。ただいま1時6分ぐらいです。ちょっとホテルでゆっくりしてました。で今からですね、予告通りなんですけど、登山の疲れを癒すため温泉に入りに行こうと思います。で、すでに、ホテルで、水着に着替えて、靴はクロックスにしています。しまった、タオル持ってくるの忘れてた。タオルでホテルまで戻るのだるいんで、道端の店でタオルレンタル5ソルで、レンタルであったのでホテルまで戻ってもよかったけど、ちょっと5ソルで借りちゃいました。あれなんですよ、もう筋肉痛でこの数分でもねえか
7、8分ぐらいの上り坂がきつくて、もうホテル戻るのだるくなったんで、5ソルでタオル借りました。前もお話ししたかもしれないですけど、外国人は20ソルかかります。20ソルで入場しました。なんか受付のお母ちゃんが何か言ってたけど、何言ってるかよく分かんなかった。こっからまたちょっと上り坂で歩くっぽいのかな。ここで、さっきもらったチケットを、出しまして、でこっち行くとロッカーやら何やらがあるよって教えてくれました。あ、36度、この辺36度。でこっちがロッカーかな多分。じゃあロッカールームなので、動画撮影はやめます。さっきのとこはトイレとドレッシングルームだから着替えの場所で、ロッカーはこっちでしたね。こっちに人に預ける感じで番号札もらう感じです。でこれはまあ多分入場料に含まれてるというか、まあ無料です。適当なところに入ろうと思うんですが、37か、もっと低くていいか。34度のとこ入ろうと思います。今結構暑いんでね、34度入ります。おお、34度のところに入ったんですけど、なんかもうちょっと高い、温度高いような感じがします。36、7度ぐらいあるような感じがしますね。確かに硫黄の匂いがするんですよ。だからやっぱ確かに温泉なんでしょうね。でもやっぱり日本人の自分としては34度は物足りないですね。まあもうちょっとありそうだけど。で下の方が36度、37度のとこ混んでるけど入っちゃおうかな。今37度のとこに入ったんですけど、なんかこっちは下に砂利、小石が敷き詰められてて、ちょっとびっくりした。足つぼみたいな感じになってる。でも確かにこっちの方が温度ちょっと高いかな。気持ちいいわ。こんぐらいがちょうどいい。そういえば入り口のとこにスイミング禁止ってなってましたね。泳ぐのはダメみたいです。まあ温泉だけどね、温泉だからそれは泳がなきゃ。日本を出発して温泉に入るとは思ってもいなかったっていうのは嘘だけど、ここ入ろうと思ってたんで。いやでも貴重ですね。そうで1個思ったんですけど、座れないんですよね。それなりに深いから、立ってる分にはもちろん深くないんですけど、本当日本の温泉お風呂みたいに座れないっていうのがちょっと痛い。続いて一番下の段にある36度、2つあるけどまあ多分一緒でしょう。手前側が人いないんで入ってみます。あったけえ、あったかいわ。座れる深さではない、深い。でもあれか、この階段に腰掛けりゃいいのか。階段のとこに腰掛けています。座れるので心地いいんですけど、誰か人が来たら迷惑になっちゃうんでね、やっぱゆっくりできないな。この温泉の全体像はこんな感じ。浴槽が全部で6個あって、でそのうち一番奥の一つは水風呂になってる感じですね。ということで、上がってきたんですけど、この入湯料が20ソルなので、5ドルちょいだから7、800円って感じですね。
まあ、日本の銭湯と同じぐらいの料金ですかね。でまあ絶対来るべきっていう感じではないんですけど、まあ、マチュピチュ観光を終えて午後暇だなっていう時、まあ、7、800円で温泉入るっていうのもまあありなんじゃないかなと思います。ただまあ無理して来るようなところではないです。浴槽があるところから階段で上がるとトイレとあと着替え場所、ドレッシングルームがあります。でそこはネット情報だと汚いって書いてあったんですけど、まあ、私が見た限りむしろ清潔そうに見えましたね。結構良かったですよ。でそこで着替えられると。でそこからさらに階段上がって上の階に行くと、まあ、ロッカーがあって、まあ、ロッカーというかなんか受付があって、でそこにおばちゃんがいて、でおばちゃんに荷物を預けたらおばちゃんがその後ろにあるロッカーの中に入れて鍵をかけて、で鍵を渡されるっていう感じなんですよ。なので少なくともセキュリティ面は問題ないと思います。であとはドレッシングルームがたまたま汚かったらちょっとあれかもしれないですけど、まあここで着替えて荷物預けてっていう感じで問題ないと思います。であとは私みたいにホテルが近ければもう水着のまま水着に着替えてから来て、でここでタオルで、まあ、体拭いて、で水着のままホテル帰っちゃって、ホテルでシャワーを浴びるっていうのでもいいんじゃないかなと思います。タオル返却したので、ホテルに戻ってシャワー浴びます。シャワー浴び終わりました。で今からちょっとまた駅前のマーケットに行って買い物してこようと思います。でまあまたかよって思われるかもしれないんですけど、昨日冬服が足りないなと思ってクスコが寒すぎて、でそれでセーター買おうと思ったんですけど、1枚だけ日本からセーター持ってきていて、そのセーターが何色だったかっていうのを忘れちゃってて、でそれ見てちょっと違う感じのものを買いたいなと思ったので、ちょっと昨日はセーター買うのをやめて帰ってきたので、日本から持ってきたセーターの色確認したので、買ってきたいと思います。セーターを買いに行ったつもりなんですが、こうなりました。450ソルを値切って330ソル。時間は夜7時9分になりましたので、夜飯食いに行きます。いやーいつの間にか寝ちゃってた。今日が最後の晩餐になるんですけど、マチュピチュ村で、まあ、たまには線路の方行ってみようかなと思います。今店に入店しました。で事前に Google マップでいくつか見ていたところに行こうと思ったんですけど、結構混んでたので、まあ混んでてもいいんですけど、まあなんかちょっと他の店が、いいかなと思って、ちょっと事前に全く調べてない店に入りました。クラブハウス、レストラン、クラフトビア、ピッツェリア、マチュピチュっていうとこです。まずクラフトビアありました。これはまあ名前を言ってもしょうがないかもしれないけど、セルベーザ・ドン・フアンってやつです。じゃあいただきます。正直言うとあんまり美味しくないのかな。まずいわけではなくて、まあ個人的に好みになると思うんですけど、まあでも麦の味がそれなりにガツンと感じで、あっさり飲めます。個人的な好みはもうちょっと苦い方が好きなんで、まずいわけでは。はい、で注文してたものを届きました。でこれがなんて言えばいいかな、アルパカなんですね。肉がアルパカの串焼きって感じかな。食べ方合ってるかわかんないけど、もう日本人なんで串焼きはこのままいっちゃいます。やっぱアルパカはほぼビーフです。めちゃくちゃうまい。臭みもないしね、ほぼビーフですよ。アルパカの肉に挟まってるのが、まあ、玉ねぎ、パプリカ、あと、パクチーも結構かかってますね。そんな感じで、この辺はフライドポテト、あとこっちは
ビッグコーンですね。赤ワインが来ました。ミノスデカーサティントって書いてあるんです。多分パルスワインになるのかな。これわかる？グラスでかくて。グラスでかいから結構量あるよ。渋みは少ない。若干というか、フルーティーさが結構多い気がする。まずくはないですね。渋みが少ないで飲みやすいワインです。お会計118ソルでしたね。で、今回も、クレカ払いなんですけど、なんか特にチップも聞かれず、そのままタッチ決済でタッチしてしまったので、なんか申し訳ないんですけど、チップなしって感じになっちゃいましたね。ちなみにこのポンチョはどうですか？セーターを買うつもりが、なぜかこうなってしまったんですけど、ペルーっぽくないですか？ただ、個人的にはペルーっぽさ以上に、バックトゥーザフューチャー3のマーティー・マックフライっぽいなと思って衝動買いしてしまったんですけど、それかもしくはファイナルファンタジー7リメイクのユフィっぽくないですか？宿に戻ってきて、結局今10時半になっちゃいましたね。で、帰り道で普通のセーター衝動買いしてしまいました、結局。60ソル。明日チェックアウトになるので、軽くパッキングして、シャワー浴びて、今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。ホテルの朝食いただいてます。4日連続、全く同じメニューになります。改めておはようございます。9月24日火曜日の、今8時27分になります。チェックアウトが9時までなので、今パッキングを終えたので、あとはチェックアウトするだけっていう状況です。で、ここのマチュピチュ村のマントゥーブティック、4泊5日ですね、それが終わりになるので、このホテルの総評を行います。星4つでございます。出ました。初めての星4つということで。で、ただ正直ちょっと散髪した後でお湯が出なかったのが結構ショックだったので、ここもまた星3つかなってちょっと思ったんですけど、ただそれを除けば、かなり快適に過ごせたかなと思います。で、あとその、お湯が出ない時間帯がちょいちょいあって、2回あったんですけど、私の場合。で、あともう一つ、結構虫が、いるというか、窓を開けてると虫が入ってきちゃうんですよね。それは窓開けてるのが悪いのでしょうがないんですけど。で、ただ、チェックインの時、初めてこの部屋に入った時とか、あと、ルームクリーニングしてもらった後とか、必ず窓全開にされてるんですよね。なのでもう、自分がもう、いくら窓を閉めようとしても、窓開けてる時間帯に虫が入ってきてしまうっていうのがあって、その2つがちょっと、デメリットかなという気はします。で、ただそれを補ってあまりあるというか、宿の受付のお姉さんとかが、いつもフレンドリーに、にこやかに話しかけてくれるので、すごく居心地いいですし、あと場所がいいですね。マチュピチュ行きのバス停まで30秒ぐらいです、歩いて。っていう立地がめちゃくちゃいいですね。で、あとメニューは変わらないにせよ、朝食も無料でついてきて、で、それなりに安いと。一泊40ドルぐらいなので、5600円ぐらいですかね。なのでコスパとして非常に高いと思うので、その辺を、加味して星4つとさせていただきました。で、またここ来るときやったら、多分ここに泊まると思います。もちろんここより安いところもあるんですけど、
まあ、ここも安いですし、まあ、安い割に、まあ、清潔ですし、何より場所がいいっていう。あと、受付のお姉さん方がすごくフレンドリーで優しいっていうので、居心地がいいので、多分ここにまたいつか来たら泊まるんじゃないかなと思ってます。はい。で、電車、今回、まあ、ここに来るときは、もう、泣きそうになりながら10キロ以上歩いてきたんですけど、今回はオリエンタルタイムまで、電車で行きます。電車が10時32分発で、ボーディングタイムが10時2分ってなってますね。ペルーレールの方がよく走ってると思うんですけど、私は、今回インカレールという鉄道会社の、列車に乗って行く予定です。なので、まあ、まだ時間あるので、まあ、チェックアウトの9時ギリギリまでゆっくりして9時に出ようと思います。ホテルで枕チップを受け取ってもらえなかった問題なんですけど、まあ、米ドルがあんまり嬉しくなかったのかなっていう気もしたので、10ソル置いてきました。もう私はチェックアウトしたので受け取ってもらうしかないので、私の完全勝利で終わりです。今9時10分ぐらいなんですけど、やっぱりこの時間になるとマチュピチュ行きのバスの、並びの列が半端ないですね。結構本当に早い時間帯の方がマチュピチュ観光はおすすめです。7時台のチケットを2日自分は買って入ったんですけど、もう6時台はもう全然バス並んでないので、もうサクッと行くことができます。なので早起きしてマチュピチュは早めに行った方がいいんじゃないかな。なんならもう日の出の時間に行けばよかったとちょっと自分は後悔してるぐらいです。ほんのちょっと迷って、着きました。マチュピチュステーションですね。で、相変わらず推定19キロぐらいの荷物を背負ってるので大した距離じゃないんですけど、めちゃくちゃしんどいです。もう入っていいのかな。ちょっと突撃してみようと思います。まだ入っていないんですけど、この辺で、電車のチケットも買えるみたいですね。ペルーレール、インカレール、まあ、もちろんネット予約をした方が確実だとは思うんですけど、余ってたらここでもチケット買えそうですね。もう入っていいよっていうことだったんで入りました。あら、珍しい喫煙所がある。で、入場後は、まあ、トイレがあって、でカフェもあるみたいですね。であとは、まあプラットフォーム乗り場ということで、あ、カフェってこれのことか。そんでウェイティングルームということで、おお、思ったより綺麗。こんな感じになってるんだ。で一応乗り場が123、あっちが1かな、123とあるみたいで、まあ多分この画面で、まあ、どの列車は何番だよっていうのが表示されるんだと思います。今のところ自分の、乗る列車が何番かっていうのはちょっとまだこの後出るかな。まあ後で多分出るんだと思います。でこのマチュピチュ村からオリエンタンタイボまでの列車の料金なんですけど、結構時間帯によってバラバラで、自分が取ったこの10時32分発のインカレイルのチケットが確か60ドルぐらいでした。ちょっと正確な値段は後で調べて字幕で載っけときますけど、でただ時間帯によってはその倍ぐらいする料金の時間帯もあったりして、本当バラバラなんですよね。自分は運よく安い料金の時間帯が取れたんで、まあ、ただそれでも60ドルなんで、まあそれなりな料金はかかりますが、まあしょうがないですね。こんなに山奥なんで。なのでまあご参考に、まあ、安い時間帯だと60ドル前後で取れると思います。
ボーディングタイムの10時2分になったので、プラットフォームの方に行けるっぽいです。ちなみに自分は、日本にいる時に列車の予約をして、でチケットの方、印刷して持ってきました。いよいよ乗り込んでいきます。はい、窓側が良かったんですけど、残念ながら通路側でした。ちなみに座席はこんな感じで2人掛けシートが向かい合わせになってるっていう、4人向き合う形になっています。で英語もスペイン語も喋れないコミュ障の私にとってはなかなかしんどい時間になりそうです。定刻通り10時32分に動き出しました。窓はめちゃくちゃ綺麗ってわけじゃないけど、綺麗ですね。結構天井の方も開いてるのでいい景色が見れそうです。ちなみにトイレはこんな感じ。めちゃくちゃ狭いけど清潔かな。最後の方寝てしまってたらいつの間にかついてました。ここはオレアンタンタイボですね。改めましてオレアンタンタイボに着きました。列車に乗った感想なんですけど、列車に乗った感想なんですけど、行きで水力発電所から10キロ歩いたスタンドバイミーコースよりも数十倍数百倍いい景色が見れます。というか列車は常にいい景色見れるんで、やっぱりいいですね。お金使うといい経験ができます。ということで改めまして、オレアンタンタイボなんですけど、ここは基本的に、ほとんどの旅人がただ素通りするだけの街です。クスコとマチュピチュの間をつなぐだけみたいな感じなんですけど、私は今回あえて、ここに2泊しようと思ってます。